大家族防災助長女のいおりです。前回オーストラリアの中学校高校と日本の中学校高校の教育の違いについての動画を、出したんですけれども、その中で子ども目線でのお話をいっぱいしたんですけれども、実際に私たち子どもたちをオーストラリアの学校に送った親目線の話も聞きたいっていうことで、今回私たちのマミーにいろいろ防災助の、子育て方針だったりとか、オーストラリアの学校に、留学させた送った経緯だったりとか、親目線での話についていろいろマミーへの質問を募集したところ集まったので、それをこれからクイーンズランドのサンシャインコーストにいるマミーとビデオ電話でつないでいろいろ質問をしていきたいと思います。では、つながった？やった。はい。この前オーストラリアの中学校と高校と日本の中学校高校の違いの動画を出したじゃん。出しとった子供目線の話は私たちから聞けるけど、親目線の話も聞きたいっていうコメントが結構あったけ、インスタグラムでマミーへの質問っていう風に募集したら結構マミーへの質問がいっぱい集まったけ、今回は親目線から見るオーストラリアと日本の教育の違いだったりとか、バイリンガルにさせた方法だったりとか、質問をマミーにしたいと思います。名付けて8人のバイリンガル日豪ハーフを育てたマミーの教育方針を聞いてみたっていう企画です。なるほど。まず第一に初めに来た質問として、なぜ子供たちをオーストラリアに送ったかっていう質問が来ました。なんでかって言ったら、子供たちは日本人でありオーストラリア人であるから、両方の国の言葉を話せるようにならないといけない。子供たちが生まれた時からそう思ってるから、だから、小学校に上がって現地に行くのが一番いいって、現地に行って現地の学校に行ったらオーストラリア人としての生活をさせたら、現地ではオーストラリア人だから両方の生活を早くからさせた、大人になってからじゃなくてね、大人になってからじゃ遅すぎると思う。日本人でもあってオーストラリア人でもあってほしいっていうことよね。そう、両方だから、両方の国の言葉も知っとかないといけないし、両方の国の生活もできないといけないし、両方の国の文化も身をもって体験しとかないといけないし、両方を全部体験してほしかったからです。ありがとうございます。じゃあそうやって小さい時からオーストラリアと日本の学校を体験させてくれたマミーから見て、マミーが思う日本とオーストラリアのそれぞれの教育の違いだったりとか、いいところ悪いところ気づいたところあった？親から見て。違いはたくさんあるんだけれど、オーストラリアの方があまり詰め込み教育じゃないと思うんですね、オーストラリアの方が。だからもし子供がこんなんやりたくないわと思って自分でもし興味を持たなかったら、もうそのまま興味を持たないままで終わるのがオーストラリアだと。でも日本は興味があろうとなかろうとどんどん覚えさせられて、それからまたやっていかないといけないような状況、なので興味がなくてもやりたくなくても一生懸命やって親も助けたりして塾行かしたりして、それ相応の知識とか学力とかは身につくみたいなんですよ、日本はね。それからでも一番私が思った日本とオーストラリアの教育の違いで、日本の受験システム、あれだけは私は反対です。中学から高校に行く時に受験がありますね、日本は。オーストラリアは中学から高校行く時受験はないです。そのままオートマティックに行きます。高校から大学行く時の受験っていうのは分かりますけど、中学から高校に行くのは中学校3年間の授業態度とアカデミックレコードと、それから出席率ね、それで自分の行きたいところに行けるようにするのがいいんじゃないかと、もうずっと前から思ってるし、だから受験システムですね、あれだけは日本の良くないところだと思います。ありがとうございます。自分の子供たちを日本からオーストラリアの学校に留学させとる中で、子供たちの学力が遅れるとかそういう不安はあった？その日本の授業をせずにオーストラリアに送ったわけじゃん。でオーストラリアにおる間は日本の授業を受けてなくて1年間のギャップとかがあって、学力に対する不安ってあった？子供たちの留学から戻ってきた時の学力の不安はあったんだけど、私は昔教員もしてたし、日本の学校が割と生徒をサポートしてくれるっていうのは知ってたから、例えば子供たちが留学するときに、うちの場合は自国に帰るっていうことにしてたんだけど、いなくても在籍してるっていうようなことにしてもらってたんですね、日本の学校は。だから大抵帰ってきた時に夏休みぐらいに帰ってくるようにして、それから学校の先生に頼んで担
特別に勉強を見てもらいました。そういうのやった覚えある。夏休みに学校に行って先生とマンツーマンでいろいろ夏休みの宿題を手伝ってもらった覚えがある。そうそう、有馬もあると思うし、猿之助もあると思うし、みんな今日もだし、私が学校に頼んだんですね。やってくださいって。そしたら日本の学校はサポートがいいからやってくれたんですね。じゃあ日本の学校では小学校とか例えば1年おらん時はその転校っていう扱いじゃなくて在籍はしとって在校生のまましばらくいませんよ、でも戻ってきますよっていう位置づけだったんだね。そう、それにしてもらってました。で戻ってきた時は担任の先生に頼んで夏休みだったりとかを使ってキャッチアップをしよったってことよね。そうそう。次の質問がマミーの子育ての目標は何ですかっていう質問が来とる。はい、私の子育ての目標はざっくりした答えしか言えないけど、一人一人18歳になるまでは一生懸命面倒見るけど、18歳になったら一人で自立してくれるように育てる。それが目標でした。マミーの言う自立の定義はどういう意味？一人で生きていけるっていう意味？自立の定義は家から出ていくもう出ていったら私何もせんでいいじゃん。だけど18歳までには家から巣立ちできるぐらい自立できる人に育てるっていうのが目標ってことでしょ。そう。日本からオーストラリアの学校に送った時の学校の探し方と基準ってあった？オーストラリアの学校に送った時は学校は全てダディに探すのは任せたから、結構あれよね、ダディが生まれ育った故郷にある学校に行っとったよね、私たちは。そうそうそう。でも一回よりはビクトリアに送ったよね。小学校低学年だったよね。でも結局コネっていうかさ、ダディの知り合いとかマミーの知り合いとかに頼んでっていうことが多かったんでしょ。そうそう。ホームステイもさ、ダディの高校の時の友達の家にホームステイしとったし、ビクトリアの学校に行った時も私のゴッドマザーマミーのオーストラリアの親友の勤めとった学校に行ったりしとったじゃん。そうそう。じゃあホームステイ先の探し方はマミーたちはどうしたん？私すごいいろんな家庭と一緒に過ごしとった思い出があるけど、基本がうちの子供は友達のうちとかだったんよ。だけど全部ほとんどダディに任せてたんだけど、ただその学校をダディが探してきた時はその学校が探してくれるのね、ホームステイ先を。学校のホームステイコーディネーターがね探してくれたんよね。そうそう。じゃあ次の質問が留学費用の話だけど、マミーは昔エージェントしとったじゃん、留学エージェント。費用は高いよ。ステートスクールとプライベートスクールがあるんだけど、学費が大学に行くぐらいのものが必要だったよ。うちの子供たちはオーストラリア人だから留学じゃないから留学費用はかからないんですよ。だから日本で公立の小学校中学校行ってもほとんどお金かからないでしょ、義務教育だから。でオーストラリアの小学校中学校もプライベートに行かない限りステートスクールだったらお金はほとんどかからない。オーストラリア人は日本と一緒で義務教育の期間が、プライベートスクールに行ったらお金かかるんだけどね、留学生費用っていうのは国が決めてるのね、留学費用は。だからステートスクールに留学してもすごいお金かかる。インターナショナルスチューデントはそれは高いですよ。だから何度も言うように私たちが子どもたちをオーストラリアの学校に入れたのはオーストラリア人なんで、オーストラリアの教育をオーストラリア人として受けさせたから学費はかからなかったほとんど。でも日本人が留学しようとすると留学費用すごいかかるよ。ホームステイも高いし留学費用高い。次の質問が子供たちをバイリンガルにするために心がけていたこと。できるだけ家で英語を喋ったことと、そうだった？できるだけね。それからオーストラリアに行かせました。世の中には日本にもどこにもすごく立派な家庭、頭も素晴らしくよくってお金もたくさんあって、子供たちが日本で生まれて日本で育ってるのに英語がペラペラ喋れるよっていう家族も数々あるの。お父さんはネイティブでお母さんも日本人だけどものすごく英語が上手なわけね。で子供たちは本当に喋れるわけよ。日本に行って生まれて日本で育っていながらもすごい喋れるんだよ。それはよそのだって、うち無理、私無理、私とダディが喋ったぐらいでうちの子たちがみんなペラペラなれるんじゃないっていうのはダディも知ってた、私も知ってた。だからうちはもう現地に行って実地で覚えさせるしかないなっていうのを分かってたから、だからとっても無理をして送ってました。確かにダディには英語で話しなさいっていう家のルールはあったけど、それだけだったらバイリンガルになれたとは
思えんぐらいのレベルだったね。いや、あとはさ、やっぱり甘えてしまうじゃん。やっぱり日本語の方が楽じゃけ、日本に住んどったら。家では英語っていうルールを貫くのはすごい難しいと思う。でもいるんよ、そういう一家は。すごいなー、感心するわ。私無理。幸才助は現地に父親の母国に送らせることでバイリンガルにしたっていうやり方よね。そうなんです。それしか思いつきませんでした。でも私はそれが良かったと思うよ。だってバイリンガルだけじゃなくてバイカルチャルにもなったじゃん。やっぱり日本に住んどっていくら家でずっと英語を喋っとってバイリンガルになってもオーストラリア人としてはアイデンティティがなかったかもしれんけ、オーストラリアに住んどったことで私はオーストラリア人っていうアイデンティティもあるし、日本人っていうアイデンティティもあるし、やっぱりそれは現地に行ったことでオーストラリア人になれたって私は思っとるよ。それは今いよりがあれは良かったって言ってくれるからいいけど、送った母親の私としては全然気分が悪かった。私さえしっかり英語がペラペラ喋れて家で喋ってやればこんな必要なかったわけです。それなのに1年の半分の成長を全然見てないし、育児をしてないんだよ。それってすごい罪悪感そのものだって、いつも私ってただ放り投げて自分楽してるだけじゃんっていうような、私が一生懸命英語喋ってずっとやってたら全部お任せしたわけじゃん、ホストファミリー。それ言われたこともあったんよ、実は。トゥーンバにいおりが小学校の時に行った時にスポーツカーニバルがあったらしいんよ。あったんよ。で、うちの子たちはスポーツすごいできるじゃん、みんな。じゃけゴールドメダルかなんか取ったんだって、一等賞で。そしたら母親としてそれを見てやれないのはどんなに残念なことか分かりますかって言ってすごい責められた。で、キーッと来るじゃん。それは見に行ってやりたいけど飛行機乗ってオーストラリアに見に行けんし、でだからジャッキーにとってはその何ヶ月も何ヶ月も育ち盛りの子供、大切な時期を親元から離して他人の家に預けるっていうのは本当もう想像を絶するぐらいのいけないことだった、彼女にとってはね。でそれをズキズキ言ってきたわけだから、私もいやそうじゃない、私は子供たちの将来のためにやってるんだって思いながらも母親としてはすっごい傷ついたし、そうだよなって、なんてひどいことを私はしてるんだろうってずっと思っとるけ、今いよりが良かったよって言ってくれて、あら良かったってホッとしてる。私はホームシックになったりしたことはあったけど、他人の家とかに住んで違う文化を定期的に経験することによってすごいなんか自立するのが早かったと自分では思っとるし、いろんな経験ができたし、今振り返って私はオーストラリアに送ってもらってよかったって思っとるよ。だってじゃないとさ、自分のことオーストラリア人って自信持って言えんかったと思う。もし日本でずっと英語を勉強しとったらね。ホッとしたわ。だけど可愛い子には旅をさせようじゃないけどさ、すごいいいことだったと思うよ、私は。で、自分の子供も将来オーストラリア人と日本人であるわけじゃん、絶対。じゃけ日本で育ててもオーストラリアで育ててもバイリンガルにさせるには現地に送ろうと私は思ってるよ、同じように。で、私が罪悪感感じても私もこうやって育てられたけど大丈夫でしょうって思うと思う。大丈夫でしょ、私大丈夫だったしって次の質問が、子育てで大変だったことと嬉しかったこと。大変だったことと嬉しかったこと、なんか全部が大変だったからあまり出といって特に何が大変だったんだろう、洗濯が大変だったかなとかでも子育てだよね、家事でじゃないよね、子育てで大変だったのは一人一人愛情が、ちょっとの愛情でもたくさん愛情をもらったっていう感じる子供もおれば、こんだけいっぱい構ってやってもいや全然愛情が足らんって思う子供もおって、全員に同じくらい私は面倒見た気がするんだけどね、まあでもそれはね、性格の部分もあると思うけど、やっぱり子供によって全然感じ方は違うじゃん。じゃけ同じ育て方しても違う受け止め方をする子供たちがおるっていうのはね、8人もおったらさ、やっぱりみんな同じように育てても違う風に育つのは当たり前だと思うけどね。みんな一人一人違うけね。嬉しかったことはね、私何の努力も何もしてないのにね、子供たちがねスポーツに秀でてることです。私何にもしてない。泳がせれば早く泳ぐし、かけっこさせれば早いし、私本当に何もしてないのに勝手にみんな上手に何でもやってたから、あれは嬉しかったですね。それは遺伝なんじゃない？遺伝なんかね。マミーもダディもスポーツ万能だったじゃん。だって体育の先生だったじゃん。いや、私はあんまり万能ではなかったんですね。だって自転車乗るのに1週間私練習したの。1週間。いぶきもじゃん。いぶきはあれでも3時間じゃなかった？
いぶきが一生懸命泣きながらやったじゃん、それ見ながら私は1週間毎日やった夏休みにって、私は毎日やらないとうまくならないんだけど、うちの子たちはまあ数分で何でもできるようになってね。いおりなんか知ってる？いおりが泳げるようになった時のこと覚えてる？いやもう何回も聞かされたけど知っとるよ。2歳ぐらいの時にスイミングスクールに行ったら何も教わってないのにプールに飛び込んだ泳ぎ始めたんでしょ。そうよ。で生まれながらにして泳げるわけ。私泳げるようになるまでどんだけ努力した？じゃあダディの遺伝に感謝せんといけんね。それはスポーツ万能なのは。そう最後の質問が子供たちの自己肯定感の高め方だって。いやそれはもういや本当にうちの子すごいけ、何やらせてもやっぱり天才かなと思うじゃん。天才言わんかすっごいわって言って褒めるんだ。褒めちぎるけど、だって本当にそうなんじゃん。自分と比べる系じゃけどね。まあ、褒めて褒めて褒めまくるってことだね。子供たちの自己肯定感を高めるのはマミーが褒める。そうすごいんじゃん。以上がマミーへの質問でした。その他マミーへの質問がある方はコメントしてください。じゃあこの動画が良かったと思ったらライクとサブスクライブとお願いします。じゃあね、バイバイ。またねまたね。じゃあ編集頑張るね。ねえ何？ウルトラの母みたいでしょ何急に鏡見るたびにウルトラの母になったなと。ここは有馬んちよね。ここ有馬んちよ。有馬今植物にハマっとるらしい。だっていつも YouTube だったらでオクタ泥棒みたいなものってそうあれ2回あれ2回たいね。そうあれサーシャはデレレレレサチャライクと今度は親目線マミー目線からして、あ、いいじゃん。今急についたん。そういやいおりの顔と私の顔を比べたらなんか全然違うね。なんでかなと思ったらさっきカメラのところにライトがあったじゃん。いおりのところに来てもらったら、あ、ライトじゃん。もうじゃあ最初からやるよ。ごめん。